よかった。こんにちは、前世猫男です。最近円安だから海外旅行は少しなんて声よく聞きますよね。その気持ち非常によくわかります。しかしそんな今だからこそ旅の満足度をぐっと上げてくれるホテル選びがこれまで以上に重要になっていると私は考えています。かつて1万円で王様気分だったのにと過去と比べるのはもうやめましょう。今のバンコクには今の時代だからこそ輝く最高の体験ができる隠れた名ホテルがたくさんあるんです。今回は私が実際に全て宿泊し、ここなら自信を持っておすすめできると確信したホテルだけを5軒厳選しました。私が泊まったからこそお伝えできるリアルな情報が最大の強みです。いいところももちろん、少し気になった正直な注意点まで全てお話しします。この1本をご覧いただければもうホテル選びで迷うことはありません。あなたの次のバンコク旅行がきっと忘れられない特別な旅になるはずです。それでは最高のバンコクステイを探す旅へご案内します。まず1軒目はタワークラブアットルブアです。まず1軒目はバンコクの象徴ともいえる天空のホテルタワークラブアットルブアです。ここは BTS タクシン駅から無料の送迎もありアクセスも便利です。私がこのホテルで一番感動したのは何といってもこの景色です。これやばすげえな。これはちょっとレベルが桁違いやな。やばい。部屋のバルコニーを出た瞬間、やばいと声が出てしまいました。このホテルはこの近隣で最も高いホテルでもあり、高層から眺める景色は最高です。今回このホテルは2人で泊まったのですが、本当に広すぎてびっくりしました。無料のドリンクもたくさんあるし、ホテル備品もめちゃくちゃ充実しててびっくりでした。バスルームも異常に広い、そして海外には珍しいバスタブ付きの部屋、どでかい洗面所の鏡、そしてふっかふかなタオルたち。アメニティは一式箱入れなんて超おしゃれすぎる。バールマンっていうやつでしたね、アメニティは。部屋は全室スイート仕様で料金は1泊約26,000円からでした。2人で利用すれば1人1万円台でこの広々とした空間と絶景が楽しめます。日本のホテルに比べてもこの満足度でこの価格はすごくお得だと感じました。何よりも日本にない唯一無二の感じが本当に素敵でした。このホテルを泊まる際の注意点ですが、このホテルの売りでもあるラウンジを利用できるのはタワークラブアットルブアだけです。似たような名前でルブアアットステートタワーというのがあるのですが、こちらは低層階になりましてラウンジが利用できないホテルとなっています。結構予約の際に間違えてしまっている方も多いようなので、必ずラウンジを利用したい方はタワークラブアットルブアを予約してください。私たちはラウンジを利用できる部屋のタワークラブアットルブアに宿泊したのですが、残念なのが私たちはうまくこのラウンジを使いこなせなかったのです。なんだこれ降りれたんだってことは昨日来てたらな。もうラオスからの便が遅かったんでちょっと間に合わなかったですけど、来たかったな。はい、向こうにはアイコンサイアムが見えます。宿泊当日にラオスのルアンパバーンから移動しなくてはいけなかったので、ラウンジタイムには間に合わず、結果的に翌日のギリギリの時間帯でラウンジを利用しましたが、ぜひ余裕を持ってチェックインすることをお勧めします。また予約の際にはリバービューかシティビューを選ぶことができます。私のおすすめとしてはリバービューでチャオプラヤ川が見える部屋がとてもいいです。バンコク朝の風景です。また全室スイートで部屋から見える景色は素敵なのですが、もし雨の場合バルコニーに出て楽しむことができませんので、できれば雨季の時期は避けて寒気の時期に行くことをおすすめします。
あと最後にこちらのホテルは映画ハングオーバーの舞台となったホテルでもあります。その映画内で紹介されていたバーなんですが、ここに行くのが相当大変でした。ダメですね。万超えてますね。結構するね。やっぱ4000円とか。まあそれがそうですよね。いやーすごい。渋滞もすごいね。結果的に私たちがこのバーに行くためには2回行かなくてはいけない感じになってしまいました。その理由としては、バーに行きたいと言ってるんだけど違うバーに連れて行かれてしまうことが多々ありました。Oh, not this one? Yeah, we have you a cocktail. Oh, yeah. Drinks, you can enjoy your drinks, sir, and you can walk around, sir. We have you a glass and a cocktail. 映画で出てくる一番有名なところに行くためには必ずバー名をしっかり伝えてください。ちなみに有名なところはスカイバーという名前です。必ずスカイバーに行きたいと伝えてください。そうじゃないと他のバーに連れて行かれちゃいますよ。私たちみたいに。パンダだね。ちなみにバーの価格ですが、1杯あたり6000円ぐらいからとなっています。なので2軒はしごしたので12000円となるとほぼほぼ宿泊代と同じぐらいになってしまった。やばいね。でもここで過ごす時間は本当に格別だった。朝食付きのプランだとモズというところでご飯を食べれます。ここの料理が本当に美味しくてびっくりしました。ちなみに私初めてタイの寿司をここで食べてみたんですが、ドハマりしてそれ以降ずっと毎回行くたんびにその寿司食べてます。料理の数が本当に多いので、まず一周ぐるーっと見てからその後気になる料理をピックアップしていく、そんな感じが一番ベストです。で焼いてくれる。はい、朝飯です。豪華と寿司もどき、オムレツとベーグル。それは結局パンケーキ？52回。うん。でもそっちがなんか多分空いて、すごい。プールビュー。あ、これはパッタイカイヤング。あ、これ鳥だね。これ240バーツ。ああ、美味しそう。これはムーピン。何するよ。ああ、このミシュランの18、19、20、21。はい。こっちがカニのやつで、こっちがなんだっけ？チキン。とメインね。すごっ。これはやばい。2軒目はバンコクホテルロータススクンビットです。続いて2軒目は利便性とコスパを重視するなら間違いないホテルロータススクンビットです。 BTS プロンポン駅から徒歩5分で、周りには日系のスーパーや飲食店も多く、日本人にとってすごく過ごしやすいエリアです。バンコクをアクティブに楽しみたい方の拠点としてぴったりです。日本の出張族もこちらのホテルを多く利用しているみたいで、フロントにはたくさんの日本人がいたりと、日本人が滞在しやすい環境となっています。お部屋はリノベーション済みで清潔ですし、料金は1泊7000円からととてもリーズナブルです。そして何より日本語ができるスタッフさんが常駐されているので、英語が苦手な方でも安心して利用できます。もちろん旅慣れた方でも日本語が通じるというので、すごく安心して滞在ができます。立地、価格、安心感、この3つのバランスがすごく取れた
とてもいいホテルです。あとは水とかお茶とか。続いてバスルームです。で、後ろにトイレ。そっち向きなんだっていう感じね。あとはシャワーもこんな感じです。タオルも2セットあります。まあ、2人ベースの部屋なので2つあります。で、この部屋なんですけども、1泊、最初見てた時ね、6000円で取れたんですけど、躊躇してたら6700円になっちゃいました。で、素泊まりです。でね、プロンポンっていうね、非常にね、日本人が滞在しやすい地域になってるので、まあ、周りには日本食が結構たくさんあります。で、私のね、大好きなね、ターミナル21もね、一駅向こうなだけなのですぐ行けます。まあ、正直ね、このクオリティでこの値段だったら、めっちゃありです。このホテルの注意点としては、少々ホテルが古くなっていますので、廊下の音が響いたりします。また、ホテルのエレベーターがなかなか来なかったりというデメリットもあります。さあ、ネックなのがね、多分エアコン、これで管理だと思うんですよね。オンオフが多分できなさそう。また、エアコンが一括管理で寒すぎるっていうこともあります。今ね、気づいちゃったんだけど、この扉ね。はい、なんとコネクティングルームです。コネクティングルームになっているところもあるので、その点はご注意ください。ガチャなんですよね。お前、よく考えたらこの値段でこれってなかなかクオリティ高いよね。なんか日本人の人結構書いてたけど、別にそんな言うほどだと思うんだけどな。まあ、夜はちょっと暗めかな、この照明の感じ見ると。この高層階だけこれ開くね、この感じ。まあ、開けたくは絶対にないけど、多分、あっちに行くやつか、ちょっと横にずれるやつからね。こうかだね。さあね、前から気になってて、SNS でも人気の、このイムちゃん、行きたいと思います。日本語で書いてあるからね。楽だね。さすが、日本人語で。到着しました。これがね、カオマンガイの蒸したやつと揚げたやつのセットです。S サイズ。久々に来たね。1月以来。あったあった。ここ。アイアンでいます。ということで、これとね、あとね、あれの別の色のやつ買いました。ここ可愛いんだよね。3軒目は、サイアモティフブティックホテルです。さて、3軒目は私が個人的にすごく感動したホテル、サイアモティフブティックホテルです。中心部から少し離れたノーイ運河沿いにあります。ゴミ収集が来たよ。一歩足を踏み入れるとバンコクのまた違う一面が見れて、とても穏やかな時間が流れていました。ナンバー3。で、2階にあれなんだ。エキストラベッドで。OK。階段がすごい急。やばい、これ酔っ払ったら絶対上がれんやつやん。やばい、ここめっちゃ暑い。めっちゃ暑い。多分今日向だからだろうけど、激暑。そう。でもこれが外出れる。古民家を改装した空間はどこを見ても素敵で、私が特に好きだったのは運河に面したバルコニーです。ベランダでチル。ここでビールを飲みながらゆっくり船を眺めてるだけですごくリラックスできます。そしてこの場所を本当に特別にしているのが自由に暮らしている猫たちでした。人懐っこくてまるでよく来たね
っていうみたいに自然にそばに寄ってきてくれます。ここで仕事をしている方に話を伺うと、ここの猫たちはみんな野良猫だそうです。しかし従業員の一人でもある女性の方がこの子たちをなんとかこのホテルで一緒に暮らせないかどうか何度も何度も直訴して、結果的にここの看板猫としてみんな活動しています。しかしながらまだ野良猫っていうのはあるので、いたりいなかったりと本当に自由です。しかしご飯は必ずもらえるのでみんな帰ってきてるみたいです。人慣れしているので、もしかしたらあなたのそばにも来てくれるかもしれません。ここは動物好きな方ならきっと忘れない場所になると思います。そして今映像にも流れていますが、なぜか鯉への餌やりもここでできちゃいます。投げすぎて全然食えてないわ、あの子ら。料金ですが1泊16,000円からとなっています。6室しかないホテルなので少し割高にはなりますが、特別感を味わえるそんなホテルになっています。こちらのホテル、ベッドは1つのみとなりますので、もしお二人で泊まりたい方はエキストラベッドを頼む必要があります。そのエキストラベッド代も含めた金額となっています。部屋によっては料金体系が異なりますので、お好みの部屋を確認してみましょこれ脱ぐのかな？ Do I take a shoe? Okay. う。このホテルの注意点としてはほとんどないのですが、バンコクでは珍しい靴を脱ぐスタイルのホテルになります。海外で靴を脱いで上がることはあまりないのですが、このホテルはホテル敷地内に入るときには裸足になります。気になる方は靴下を履いておくといいかもしれません。なんか一つ一つさ、階段とかさ、あれもそうだけど、急。またバルコニーへの階段が日本のお城並みに急です。上り下りがしんどい感じですが、部屋によってエキストラベッドがその2階のバルコニー付近にあるので頑張って登る必要があります。多分今日向だからだろうけど、激アツ。あと部屋によって壁はあるのですが隙間が空いていて、早朝からのジェットボートの音が結構聞こえてくるのにびっくりしました。音に敏感な方は少し大変かもしれません。モーニングです。ヨーグルトちょっと飲んじゃったけどラテ、あとご飯と卵、そしてこれが炒め物、トーストスイカです。いただきます。いやー、素敵なところでした。猫とも触れ合えて、とても綺麗なホテルで、オーナーさんも優しくていいこと尽くしでした。また泊まりに行けます。次の目的地に行けます。4軒目はエータスルンピニです。4軒目は都会のオアシスでリラックスしたい方におすすめのエータスルンピニです。都会のオアシスと言われているルンピニ公園も目と鼻の先です。最近では商業施設ワンバンコクもこの近くにできました。泊まった当時はまだ動画を撮影していなかったので画像のみでの紹介になりますが、こんな感じで広々として非常に快適な作りになっています。快適な大きなベッドがあったり、また仕事ができそうな大きな机があったりと、
本当に充実した部屋になっています。なぜかバスルームは透ける仕様になっているので、そこが注意点ですね。バスルームとトイレが一体型になっているので、お二人で宿泊するときはこの点注意です。大きな窓から見えるバンコク市内の風景はこれも格別です。なんだかちょっと貴族になった気分になれるかもしれません。ちなみに昼の風景と夜の風景は全く違うので、両方とも楽しんでみてください。ルンピニ公園到着。ここにやってきた理由はのんびりするのもそうなんですけど、知り合いからね、猫の写真をいっぱい送ってきてもらうことがあって、どこにそんないんのって言ったら、ここにいるらしくて、ただどこにいるのかが謎だから、ちょっと歩きながら探したいなぁと思います。いないと思ったらね、やっぱいるわ。いた。見とるよ、一人で。ドラゴンいた。Man trying to do this. これ。さっきのよりも全然でかい。もうワニじゃん。ワニレベルじゃん、あれ。すごい。いたぞ。おはようございます。エータスルンピニの料金はおおよそ1万円からとなっています。料金が少し高めの部屋にするとエグゼクティブラウンジが利用できます。そのラウンジからの景色も絶景らしいです。また日本語を対応していただけるスタッフさんもいるので、英語が苦手な方でも安心して滞在ができます。また今紹介していますタイ人の憩いの場所でもあるルンピニ公園は目と鼻の先なので、朝ゆっくり散歩しに行くのもおすすめです。ちなみにここで朝食も食べれたりするそうです。注意点としては中心部から少し離れているのでアクセスは若干不便です。また周りのご飯屋さんはそんなに多くないので、ご飯目当てだと少し大変かもしれません。ただワンバンコクができたので、ご飯の心配はだいぶ改善されてそうな気がします。最後、5軒目はコーチホテルバンコクです。さあいよいよ最後5軒目です。ここはすごく個性的で忘れられない体験ができるホテル、コーチホテルバンコクです。アクセス抜群の立地やユニークな内装もいいんですが、一番の見どころは地下にあるバーです。扉を開けた瞬間、雰囲気がガラッと変わってまるで別世界に来たみたいでした。薄暗い照明の中で本格的なジャズ生演奏が聴けて、ここはもうただのホテルのバーじゃありません。ここで過ごす夜は映画の主人公にでもなったような特別な気分を味わえます。私が泊まったからこそ言いますが、バンコクの夜を最高に楽しみたいなら一度は行ってほしい場所です。このホテルの料金は1泊1万2000円ぐらいになります。おすすめは選べる朝食なんですが、チェックイン時に選ばなきゃいけないのでちょっとそこが難ありです。ただし選択肢がめちゃくちゃあるので、好き嫌い多い人にとってみれば嬉しいです。そして屋上にはプールがあり、ジムもあります。何よりも東南アジアにいるのにヨーロッパにいるような感覚になる館内づくりがとても素敵です。
そして最大のおすすめポイントはホテルの地下にあるまるでギャングが集まる酒場をイメージしたバーです。そのバーは正直泊まっていない人にでも一度は行ってほしいです。タイのバーの相場から行くとそこまで高くなくて、なおかつ本格的なライブを聴けたり、本当にギャングになった気分を味わえる、そんな場所です。We can make it if we try, just like two of us. Just the two of us. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Almost over. We don't talk anymore like we used to.このホテルの注意点としては、荷物を預かっていただけるんですが、スペースが少なく山積み状態に。またチェックインチェックアウト時のピーク時はごたごたすぎてなかなかスムーズにいきません。特にチェックイン時は朝食のメニューを決めなくてはいけないので、一人一人にかかる時間はとてつもない。そしてフロントで待ってるスペースもほぼないので、3組待っていたらもうぎゅうぎゅう。そして最大の注意点もまた個性的です。名物ベッドの上で食べる朝食。モーニング。もうちょっと明かりが欲しいね。一見おしゃれに見えるんですが、実際やってみたら私からすると想像以上に食べにくかったです。そう美味しい。あ、やばい、折れた。汁物をこぼさないように全神経を集中させる時間はある意味イベントとして楽しむのがいいかもしれません。ただリラックスしてゆっくり食べるっていうのは程遠い、そんな朝食でした。ノーマルのウインナーでいない。辛っ。これもまた忘れられない思い出の一つです。サーディーカップらしいよ、男は。女の人は買わない。ちなみに翌日朝、ホテルの地下のバーの方に行ってみたらこんな感じのレイアウトだっていうのが分かりました。非常に広いっていうのでびっくりしました。照明が暗かったので座席もそんなにないのかなと思っていたのですが、想像以上にありました。ちなみに今お掃除中でございます。こんなお酒まで置いてあって本当にギャングが集まる、そんな酒場の雰囲気になっています。右側にはですね、お酒の棚もあるので、ここにたくさんのお酒が置いてあります。バンコクのバーはいくつか行ったことがあるのですが、正直コスパが一番高いのはこのバーです。葉巻だね。葉巻が多い。これだからつけていいんだよね、多分自由に。ここまで私が実際に宿泊し、心からおすすめできるバンコクのホテルを5軒紹介していきました。あなたの次のバンコク旅行はどんな旅にしたいですか？天空から絶景を眺める旅、それとも穏やかに過ごす旅、あるいは映画の主人公になったような刺激的な夜を過ごす旅かもしれません。この動画があなたの理想の旅を見つける、そのきっかけになればこれ以上嬉しいことはありません。ぜひコメントで次に泊まってみたいホテルやあなたが体験した最高のホテルについて教えていただけると私も大変参考になります。これからも私が泊まったホテルを紹介する動画をお届けする予定です。見逃さないようにぜひチャンネル登録とその隣のベルマーク通知ボタンを押してお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。